皆さん、こんにちは。今回も森渡りのビデオをご覧いただき、ありがとうございます。この動画は、宇宙サンドボックス MMO、スターベースの解説動画です。今回は、爆発物の特性を解説します。音量には気をつけてくださいね。差し当たり、スターベースの爆発がどのようなものか、ご覧いただきましょう。大迫力。連鎖的な爆発や中枢機能を担う装置の破壊を防ぐため、爆発の特性や範囲について知りたいことは多いと思います。まず、爆発の特性を説明していきます。爆発範囲は球体で、アイテムの原点から発生します。基本的に、原点は物体の中心です。表面ではないため、プロペラントタンクなど細長いものでも、XYZ、どの方向にも同じ範囲です。したがって、回転させても変化しません。ただし、スモールリチャージャブルバッテリーの原点は、底面の中心にあるため、上下を変えると結果が変わります。障害物の有無は関係なく、爆発の到達範囲にあるものを破壊します。物体の走行値によって変化もせず、走行値 0.2 で最低のアジャタイトと走行値 5.7 で最高の鬼の無に違いはありません。破壊範囲に別の爆発物があったときは連鎖的に爆発します。破壊の判定は物体の形状の通りであり、原点が遠くなるラージプロペラントタンクでも爆発範囲に一部が接触していれば連鎖的に爆発します。爆発範囲にランダム性はありません。小型のアイテムを敷き詰めて何度試行しても変化しません。特性が分かったところで爆発範囲の測定を行います。シップデザインワークショップの原点から3方向に10個分の塊を配置。溶接しました。爆発物はその角を削って原点に配置します。では、爆発範囲順に見ていきましょう。スモールリチャージャブルバッテリー。底面の中心から XYZ 方向に4ブロック破壊しているため、4×24cm より 96cm です。この範囲に入っていないものは安全です。どんどん検証していきましょう。キャパシター仲間のユーティリティツール&レールキャノンキャパシタ。爆発しません。プラズマスラスターキャパシタ。同じく爆発しません。搭載兵器のマガジン。オートキャノン5ブロック 120cm。レーザーキャノン同じく 120cm。プラズマキャノン爆発しません。レールキャノン爆発しません。たくさん破壊しても爆発しません。稼働中でも爆発しません。ミサイル弾頭同じく 120cm。トリガーして起爆でも 120cm。組み立てても 120cm。ミサイル燃料は爆発しません。しかし、より大型で誘導機能のあるトルピードの燃料タンクは爆発します。同じく5ブロック 120cm。燃料タンクの爆発で弾頭が破壊されても弾頭は爆発しません。トルピード弾頭
後ほど、次は、スモールプロペラントタンク。同じ範囲で5ブロック 120cm ミディアムプロペラントタンク。9ブロック 216cm ラージプロペラントタンク。素手では無理そう。ツルハシでもキリがありません。ロングライフルで11発でした。やり直すと12発のため、素手やツルハシが多少は減らしていました。もっとブロックが必要です。4000個にしました。誘爆では簡単に爆発するでしょう。溶接を忘れました。溶接を忘れると雪模様になります。ラージプロペラントタンクは13ブロック 312cm。ラージプロペラントタンクは不思議な挙動があり、両側にサポートをつけるとツルハシで壊れやすくなります。銃では一緒です。片側ではサポートなしと同じですが、片側のみでもボルトをたくさんつけると弱くなるので、応力シミュレーションの関係だと思います。あくまでツルハシだけなので気にすることはないでしょう。確認も試験モードだけです。爆発範囲の調査に戻りましょう。燃料を使用していないときは爆発しません。何個でも。使用中でも運が良ければ燃料チャンバーが先に壊れて爆発しません。まだまだなようなので、ブロック11000、溶接しないといけません。溶接が最も大変なんです。負荷が。分割、手動溶接で、なんとかしました。燃料棒は、3方向に21ブロックで 504cm。ティア2でも同様。トルピード弾頭。同様に21ブロック 504cm。まとめますと、24cm 刻みで、爆発範囲を測定すると、スモールリチャージャブルバッテリーが、半径 96cm、スモールプロペラントタンクとその他のものが 120cm、ミディアムプロペラントタンク 216cm、ラージプロペラントタンク 312cm、燃料棒とトルピード 504cm となりました。実用には、爆発範囲ではなく、設置間隔の目安が知りたい方もいるでしょう。ご存知の通り、爆発範囲は、アイテムの中心から球形なので、爆発物の長辺とは、短い間隔になります。主な設備を見てみましょう。まずは、原点が特殊なバッテリーからです。底面が原点なので、上は、ブロック1個分の 24cm で済みます。長辺とは2個、断片とは3個の間隔が必要で、少なくとも、この距離が空いていれば連鎖爆発しません。以降は、上下が関係ないものになります。スモールプロペラントタンク、断片とは3ブロック、長辺とは2ブロック。ミディアムプロペラントタンク、断片とは6ブロック、長辺とは5ブロック。ラージプロペラントタンク、断片とは9ブロック、長辺とは7ブロック。
燃料チャンバー。短編とは19ブロック。長編とは17ブロック。さて、被害の範囲が分かったところで、どうしたらいいのでしょうか。危険物や重要設備の配置は、現実の問題として存在します。参考にしてみましょう。戦艦の手法より、主要装置を一区画に集めて走行を厳重にして、他は走行せず軽量化する、オール・オア・ナッシング。航空機の手法より、一度に全航行機能を失わない、系統の分散配置と並列化。一目では、爆発物の位置を把握させない、隠蔽設置。そういう意味では、構造の知られた船は少々不利ということです。飛行速度や貨物量、火力のみならず、細やかに、設備の配置も考慮する必要があるということで、設計士としても腕が鳴りますね。この動画が役立ちましたら、高評価をいただければ励みになります。続編があればいいなと思われた場合は、この動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれがわかりますので、よろしくお願いします。またお会いしましょう。